Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Obi Hero Kaiwai Otafuke Ikeda Hen 9 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Ikeda Sai Rai. なんともいい味出してますね。映画のセットのような昭和感が素敵なこちらのお店、ドリカミ。元いドリカムの吉田美和さんが愛したという味噌ラーメン。 Dream Kami ド True. リカミですか。さすがっすね。本当にいい風情ですな。幼少時代の吉田美和さんはどんな鼻垂れ小僧だったのでしょうか。小僧じゃないでしょ、女の子。でもこの小さな町から国民的スターが出るなんてすごいわね。地元の誇りね。店内はドリカム一食。リードオフは醤油ラーメンなのですが、醤油くださいって言ったんだけど、だけど、念のため一応ね、おやさんに尋ねたんだよね。ドリカムは醤油でいいんですかってね。したっけ？あ、ドリカムは味噌ってね。危ないとこだったで。ということで、吉田美和が愛したという味噌ラーメンを無事いただくことができました。味噌なんだ。へえ。懐かしい北海道らしい味噌ラーメン。札幌みたいにラード層がないんで、熱々ではないんだけど、オイリーじゃないのが素朴でいいね。なんかいいね。子供の頃食べた大好きが残ってるって。私にゃそういうのないな。っていうか、みんなお店がおいおい、泣くなよ。女の涙と国税には弱いんだよ。私にはそういう思い出のお店がないから羨ましくって。おでにとっては新流のカツカレーかな。やっぱり必ずカツカレー。あれ、ドリカムの写真に肥後さんが写ってる。いや、それは肥後さんじゃなくて中村さんだね。似てるけど。素晴らしい昭和レトロなラーメンでした。ただ、日ハムが楽天に勝てないのが悔しいです。 2. Ikeda Happiness Dairy. 酪農家のジェラート店としては国内で最も早く1990年にオープンしたお店なんですって。まだジェラートなんて言葉聞き慣れない頃じゃない？ 1990 年言うたらね。チーズは JAL 国際線ファーストクラスで3度の採用実績があり、ソフトクリームは国内アイスクリームグランプリで2冠達成と、経歴も素晴らしいジェラート屋さんです。そりゃおみそれしやした。ドリカムといいジェラートといい池田町すごいね。果肉感が豊かなリンゴの風味が強くて美味しいです。甘さが残らない爽やかなジェラート。メシタビーズが苦手なねっとりとした甘さは一切ありませんね。これは大人に優しいジェラートだ。シングルトリプルありませんという変わりジェラテリアねえ、珍しいよね。ダブル、オンリーダブル。貴重な甘さが残らない喉乾かない系ジェラート。残念ながらトウキビのジェラートは今回入りませんでした。次回来た時に食べれるといいね。ブランデーのやつが良かったな。他にはないフレーバーですね。すごかった。もうブランデーって感じなのね。いや、ブランデーだから飲酒運転になっちゃうからブランデーってか。またダジャレ。そう親父ブランデーっちゅうの。3. Ikeda Mugiwara. 池田町の畑の中にポツンと一軒家じゃなくうどん屋さんがあるの。徳島出身のご主人が作る本格讃岐うどんが北海道でも食べられちゃうってんでね。そうなんです。北海道でうどん屋さんってまだまだ少ないイメージだけれども、池田町にありました。しかもとっても素敵なロケーションじゃありませんか。メシタビーズ大好物のテラスで食べれる系ねえ、やっぱテラス人気なのね。テラス席は満席ってことでカウンターと相なりました。じゃんじゃん。待たずに入れただけラッキーだったんじゃないの？はい、見てください。このツヤツヤの麺、小麦の味がしっかり感じられるかなりハード系。うまそうだ。さすがの四国出身のご主人だね。あれかい、山手の寺屋さんぐらいハードなやつかい？そうなの。寺屋さんよりもゴリゴリかも。一口すすればわかる麺の弾力、喉越しの良さ、これ抜群でした。あら、おでにゃすすれないやつかな。あなたの弱小出川哲朗並みの肺活量じゃ吸えないかもね。今時期はすだちが無料でついてくるんですって。あれいいね。レモンじゃないんだ。
そうなの。すだち絞るとめちゃめちゃ爽やかになるもんね。柑橘は何かと仕事されはれますよね。天かすも常備されてるし、よし。あっという間に完食。第二昼食がなかったら大盛りでもいけるかも。なんか秋って本当に食べらさる、眠らさる、太らさるわ。秋のせいにするな。最近うちの神さんの食欲が半端ねえっす。恐るべしロドリゲス。いやいや、6キロは太らないって。で、これ通じないんじゃない？まあ前作見た人しかわからんだろうね。まあいいか。説明できないからスルー。それトゥルー。4. Otofuke. Kumugi Batake. 道の駅ガーデンスパ十勝川温泉のすぐそばにある畑の真ん中、農家さん直営のレストラン。基本おいちゃんはカツカレー親父なんですけれども、カツカレーってのはどこにでもあるんでね。なので全部行くわけではないんです。そう？結構どこでも食べらっしゃるけど。いやいや、一応食べログとかでコメント読んでね、複数人が絶賛していると食べに行くんです。がしかしコロッケはやってる店自体が意外と少ないんでね、見つけるとどこにでも飛んでいくんです。コロッケも好きなんですよね。グリーンの作るコロッケが最高に美味しいんだけどね。でしょ？農家さんのコロッケ美味しかったですね。なんと昨日収穫したというじゃがいものコロッケをいただくことができたんです。昨日収穫ってすんごい贅沢ねえ、コロッケも超美味しいんだけど、この豊かな野菜群が嬉しいですね。朝食って感じでございましょう。野菜とスープだけでお腹いっぱいになりそう。そうなんだよ。このスープ多分コンソメすら使ってないんじゃないかな。野菜の甘みだけって感じの超ナチュラルスープ。わあ、美味しそう。これいいですよ。外食ばかりの我々には砂漠のオアシス大久保佳代子みたいな店だね。どういう意味？でもあれでしょ、がっつりパンチ系の方には向かない感じよね。だけどがっつりパンチの人ほど食べるべき食事だね。んだ。 5. ニューヨーク Otofuke. Tokuchigawa on Sendai Ichi Hotel. 十勝川温泉はかつてアイヌの人たちが薬の沼と言っていたという語り伝えもある植物性温泉のモール温泉なんです。一般的な鉱物性温泉に比べて世界でも希少な泉質で、資源が限られている貴重な温泉なのだそう。数ある北海道内の温泉地に先駆け、平成16年に北海道遺産に選定されたんだそうですよ。露天風呂は庭園が目の前にあって滝まで流れてるゴージャスな感じで、夕暮れ時になるとライトアップされて幻想的な雰囲気で整えちゃいます。サウナは8人サイズと広くはないんだけど、15分前のオートロウリュ付きハルビアがセットされていて、たっぷり汗をかけますよ。水風呂が17、8度とちょいぬるめだけど、外気浴が気持ちいい時期になってきたのでもう満タイ。露天風呂が広くていいなと思ってここ来てみたんだけど、露天風呂そんなに広くなかったよね。いや、広いっしょ。広いんだけど、ほら写真で見ると法華経、あれなんだっけ、法華経？違う。コケココ？いや法華経並みに露天風呂広いと思ってね。池が露天風呂に見えたってことね。ああ、そうさ。おばあちゃんがさ、あら冷たいねって入りそうな勢いで池に足入れちゃって、娘さんが慌てて違うって静止しててささっきおばあちゃんが分かってるわって爆笑してて可愛かったばあちゃんのボケだったってこと？そうみたい。やるなばあちゃん。勉強になりますね。 6. Today's Katsu Curry Sala Betsu. Waga Ya. 更別村の人気食堂にお邪魔しています。更別村は帯広の南隣、人口3000人ほどののどかな綺麗な小さな静かな村なんです。村の中心部にあるこちらの食堂、どうやらこの村じゃセブンイレブンの次に昼時混雑してる模様。メニューラインナップはほぼ完璧ね。私たちの注文パターンをほぼ網羅。ラーメン、中華、定食、オムライス、カレー、一通り何でもあるけ。もちろんカツカレーもあるよ。はい、なんとこのカツカレー、恵庭のチョンゲツさんが調子いい時のに似てるんだよ。調子いい時のって欧風洋食っぽい感じ？そうそう、デミっぽいのとバター中華、マーガリン中華独特の風味がね、コクがあっていいんです。これ好きですね。よかったね。お値段はしっかりめだけど
さすが混んでるだけあってちゃんと美味しいお店だね。はい。ってことで、カツカレー美味しかったんですぐさま裁縫。やっぱ美味しかったね。ねえ、オムライスもラーメンも独特のハマる父さんの味付けいいわ。スパカツ美味しかった。意外にも赤ワインの効いた濃厚デミソースでいただくスパカツ。名食堂ですわ。ねえ、人情味あふれる温かいお父さんとお母さんの素敵食堂。次回はお母さんのつけた南蛮味噌ラーメン食べに来にゃーな。レイエスのスリーラン2発で楽天にも快勝。最高のディナーになりました。ね。 7. Honbetsu Wookie Bune 昭和食堂でもご紹介したこちら無断前倒し営業のお店、視聴者さんから美味しいタレコミいただきましてね。どんどん前倒し営業がエスカレートして朝開店になっちゃうんではと心配になるのでした。たくみさんみたいにね。だ超前倒し営業のたくみさんについてはこちらの動画を見て見て。見て、おい。だけど珍しいでしょ、トンテキって北海道。ねえ、思ったんだ。帯広は幅広く豚肉が盛んな町だけど、いや豚肉盛んって。トンテキっていうのは個性的独自的だよねっていろいろ調べるとね、こちらの2代目さんは名古屋の大学に通われてたそうなんです。なるほど。ねえ、トンテキっちゃ三重県四日市の郷土料理だ。名古屋岐阜界隈でも自動車産業、台湾ラーメン、味噌カツと同じぐらいトンテキ盛んじゃないですか。それでか。わからんけどね。その名残。Anyway、トンテキに美味しかったっす。おいちゃん、肉の塊 450g はいささかでかすぎなんだけど、味はいいね。しょっぱくない奥行きのあるデミ味がいい。ポークチャップはどうしても味が濃いからね。そうさ、見た目とは裏腹に上品な仕上がりの一品になっておりましたよ。いや、ほんと美味しそう。美味しいよ。8. Otofuke Dengaku 十勝川温泉笹井ホテル敷地内の人気ラーメン店。こちらも視聴者さんの美味しいタレコミね。はい、ありがとうございました。雑炊で締めるラーメンが人気ということで、よだれダラッダラで参上。道の駅からすぐなので寄りやすいしね。ねえ、十勝川温泉真っ只中なんで最高だね。店がめちゃめちゃ渋い、かっちょいい店でした。製麺室なんかがあって自家製麺のラーメンらしいです。ほんと素敵。飲みたくなる系の雰囲気あるね。そうさ。ですんごい温泉らしい一人鍋セットみたいな。あ、これあれだよ。やけど注意のやつ。麺は冷やつけ麺だから鍋のつけ麺につけてもそんなに熱くないんだよね。だからついつい汁も勢いよく飲んじゃうの。レンゲですくってすするとね。いやいや、でもよく考えて、五徳に火ついてるからね。熱っつって熱盛大丈夫？猫舌じゃないから熱いやつめっちゃ早く食べちゃうんだから。で、どうなの？お味の方は。まあつけ麺の段階では普通かな。前菜ですね、つけ麺は。だけどね、雑炊が予想の数倍うまかったですね。なんたって味を決めるのは自分のさじ加減だからね。自分のさじ加減？ああ、ポットに入ったスープ割りが使い放題で置いてあるんでね。そっか、そりゃいいね。そりゃうまいですよ。これはあるものを入れて食べたくなりましたね。あるもの？さあ、おいちゃんは何を入れて食べたくなったでしょうか。シンキングタイム。はい、柚子胡椒。ああ、それもいいね。でもブブブー。正解は天かすでした。これ寒い季節には最高っすね。風邪気味の時は絶対いただきたくなるやつです。味が何種類かあるんだよね。ああ、この厚麺だけでも6種類もあるんだよね。他にも豚そば、つけ麺、油そばとね、あ、エビ塩厚麺ってのがあるんだよ。キャー、エビ塩。また温泉入ってこのラーメン食べにゃーな。9. Otofuke Kashiwa 私たちは帯広滞在の時はほとんど音更の道の駅に泊まります。ここはね、最高なの。
はい。隣の龍月スイートピアガーデンで三宝六の端っこ食べながら毎朝飲むモーニングコーヒーからの車で5分ほどのところに柏さんがあるってんでね。朝ごはんが柏さんとはなんという幸せ。ありがとうございます。激混み予想で開店30分前に来てみたら意外とどなたもいらっしゃらないというね。はい。今回は余裕で待たずにいただけちゃいました。能書き不要問答無用の美味しさね。肉の柔らかさ、焼き目の香ばしさ、タレの甘辛さ、どれをとっても一級品でございます。この肉はこうやって食うとうまいんだよねというおやすさんのつぶやきが聞こえてくるようです。出ました妄想親父。得意の素材に対する愛ね。そうさ、素材に対する愛があるから美味しく仕上げられるのさ。肉の柔らかさとタレの甘すぎずしょっぱすぎずのバランスが巧みね。食べ出したら最後なくなるまでノンブレーキで食べちゃうわ。次は中にしようっと。小だとあっちゅう間になくなっちゃうからね。食欲の秋ですか？そう。カウンターなしのテーブル7択ですぐ満席になっちゃうんだけど、皆さんノンブレーキで食べちゃうんで回転は早いよね。うん。最初の一人のお兄さんは5分ぐらいで平らげ工事のバスストップ。バスを待つ間に。ところでおんちのおいちゃん。なんだい？あれって麻雀のテーブルかな？お、よく気づいたね。そうなんだ。なんと2番テーブルがジャンタクというね。ここで麻雀はできませんのでご注意を。この豚丼はおやっぱね級の豚丼だね。おやっぱね、すごい半端ねってことさ。おやっぱね。麻雀やらない人には説明がちょっとむずいな。野球でいうとスリーランホームランぐらいの技かな。この間楽天戦で堀水木が打たれてたやつ打たれたので言うな。打ったので言ってくれ。WBC の準決勝メキシコ戦で吉田が打った起死回生のうちの旦那が涙流して喜んでたやつですか？バラすなよ。Jikai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Katsu Kari Senshukan des. Otanoshimini. See you soon. 人生最大のなくし物をしましてね、この前。なんだってなくしたの？鍵？免許証。あやりやがったよね。免許証なくした事件がございましてね。ちょっとあれは本当に普段そんなに免許証必要じゃないんですよね。そうそう。おいちゃんが免停の時だけ運転する感じ。あとまあね、いつものところに入れっぱなしなんで何らの疑いもなく生活しておりまして、野暮用でちょっとね使わなきゃいけなかったんですよね、そしたらなんと。でも日本って本当安全な国というか、優しい方々が多いなと思って、もう探してなくって、もうね免許新しく作り直そうっつって、そうそう、定年まで走って定年まで行ったんだよね、そしたら紛失届を出してないと新しい免許証は作れませんって言われちゃって、急いでその身分証明書として急いで使いたい用事があったからもう再発行した方が早いよっていうことで作りに行ったんだよ。即日交付できるっていう。そう、とりあえずもう急げっていうので言ったら、まず警察に届けてくださいって言われて、もうあたふたしながら電話したら、ありますね千歳署にって言われて千歳ですか無事千歳署で免許証をいただいて帰ってまいりました。柳橋の向かいのね。はい、柳橋の向かいの。あれさ、エアポートラウンジで落としたのはほぼ確実じゃんか。確実。なのにエアポートラウンジに電話しても届いてないって言われたから。そうなんですね。そうなんで、空港の忘れ物センターっていうところで聞いてくださいって言われて、問い合わせても届け出がございませんって言われて。そうなんだよ。どういうことと思う。その人が直接警察署に持ってってくれる。拾った人がエアポートラウンジで落ちてましたって言う前に警察に持ってっちゃったってことだよね、でもありがとうございました。本当にありがたいね、日本っていうのは本当に日本って安全な国なんだなって改めて感じまして、日本の皆様ありがとうございます。おいちゃんも高知のセブンイレブンでね、はい、買ったばかりの iPhone14 を、はい、まだローンが残っているというのにっていう時に、まだ1回しか払ってないぐらいのそうだ焦ったねあの時。っていうか全くなくした自覚がなくって、高知で
そうなんです。ちょっと飲んじゃったんだよね、久しぶりに。楽しくなっちゃって。うん高知といえばね、そうそう、飲ま酒でしょっつって飲まなきゃダメでしょっつって、うん、おだってたら、そうあれ出発する時にいつも2人で確認するんですよ。カメラ、iPhone、グリーン、俺、おじさんつって三脚とかっていろいろ確認してる。あれない iPhone ねっつって。まさかって言ってね、よくね後部座席のなんか隙間とかに落としてるんですおじさんって。ね、そう車の中ではよくなくしてたんだけど、して記憶をこう辿っていくと、あ、夕べ帰りセブンイレブン寄ったと思って、もう真っ青になってダッシュしてセブンイレブンに行ったらあ、これですかそれです最高だぜジャパンと思ってほんと日本はいい、日本はいいね。ほんとそりゃね、海外からみんな来ますわ、と思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ我々も何回も財布拾っては届けたりとかね、はい、してるけどね、まあそういうところが帰ってきたのかな。そうですね、一日一善ってことですかね。もうなくさないように、はい、この商売道具 iPhone をなくしたら大変ですからね。大変です。もうこれ iPhone はいい仕事するからね、はい、ね、だからなくしちゃダメだよ iPhone は。分かったの？はい